こんにちは。今回はこちらダイソーで購入しているルミナスっていうキラキラした糸、これと麻紐を合わせたらめっちゃ可愛くなるかなと思って、麻紐はねいつもいろんな色で引き揃えて編んでるんですけど、これも絶対可愛くなると思って、シンプルな感じで今回は引き揃えて編んでいこうかなと思います。これはね、ちなみにポリエステル 100% 25g93 メートル入ってます。で、かぎ針の指定がこれはポリエステル 100% ですね。かぎ針が6号ですね。ブロンズカラーでこういうの、これを使っていきます。外から出す感じですね。なんか思ったよりはちょっと太めの感じで、いい感じになるんじゃないかなと思って、こうやって中心から出してきて、今回は10号で編んでいこうかなと思います。麻紐もね、その段染めの糸とかでめっちゃ編んでたんですよね。去年とかもね、めちゃくちゃ麻紐とかで編んでて、段染め、オパール毛糸とかね、そういうのもめっちゃ編んで、こうやって引き揃えるの楽しいですよね。これもね、同じような色なのでめちゃくちゃ可愛くなりそうと思って、立ち上がり一つ編んで、輪の中にいつも通り細編みを6個で始めていきます。こうして、6個編んできて、ここの中心を締めます。この紐をぐっと締めて、で表を見て引き抜く場合だけ輪を大きく出して、この引き抜きをすっきりさせるためにちょっとこういう風に引き抜いていきますね。後ろから最初の細編みの頭に針を入れて、で輪をかけます。でちょっと引き締めて、でこの輪をぐっと引き抜いてきて、で立ち上がり一つでこの糸を挟んで、こういう風に留めておこうと思います。で裏返しで今回も編んでいって、一番最後のところが一番最初、こういう風に分からなくなる場合は見て、で2段目の増やし方、同じところに細編みを2つ、2段目は2つ編んでいきますね。次のところもこうかけて、同じところに細編みを2つ、こんな感じでずっと円を増やしていこうかなと思います。めっちゃ可愛くなりそうですね。シンプルに細編みでずっと編んでいこうかなと思ってるんですけど、ちょっと途中で変わるかもしれない。シンプルな方が可愛いですよね。これだけでちょっと楽しみたいかなっていう。これでちょっとね、円を増やしていこうと思います。で、円の増やし方は別で撮っているので、よかったら見てみてください。ではね、編んでいきます。こんな感じで編んできて、今回は10段まで編んできました。で、ここでどれぐらいあるか測って、いつものように進めていきます。だいたい 18.5 センチぐらいですね。何か参考にしていただければと思います。で、ここから立ち上がり一つして、また往復編みで編んでいこうと思うので、一番最後の細編みの頭を後ろから刺して、で細編みで何段か編んでいって、このままそうですね、往復編みでずっと編んでいこうかなとも思うんですけど、何かあったらそこで止めて、お伝えしていこうかなと思います。このまま十分シンプルに編んでも可愛いんで、それもねちょっと捨てがたいですよね。変に柄を入れない方がいいかなとか、ずっとね好みのところまで編んでいこうと思います。こんな感じで編んできました。で、ここでこの糸がなくなったのでつなげていこうかなと思います。で、1玉でどれぐらい編めたかというと、ここ側面1段目増し目なしでずっと編んできたんですけど、123456789101112段編んできてます。12段ぐらい編めてますね。ここで糸をつなげていきます。これはね結構細い麻紐太いところに細い糸なので、ちょっと結んどこうかなと思いますね。一回こういう風にして、あんま関係ないかな一応こういう風に長めに取って、
うやってね結んどこうかなと思います。で、自然の流れでまたこういう風にね揃えて、細いんで2本ずっと巻き込んだんでいこうかなと思います。こうやって一番最後のところも細編みしておかしくなるかな、ちょっと外そうか外して、結構巻き込んできてるのでここから1本ずつ巻き込もうかなと思います。で最初のここもね2つ一緒に巻き込んで、で引き抜きをして立ち上がり1つで、また後ろから針を刺して往復編みで編んでいきます。で1本ずつここからは巻き込んで編んでいこうかなと思います。どうかな、やっぱ2本にしようか2本にして、好みによっていろいろしていただくといいかなと思います。糸始末はここでなくしていきますね。これでずっとまた編んでいって、全体的に側面何段編みましたっていう感じでお伝えして進めていこうと思います。ずっと編んできてよかったですね。柄も入れたくなったんですけど、これでずっと最後まで編んでいこうと思います。はい、こんな感じで側面編んできてます。でだいたいこれぐらいかなと思うので、ここで持ち手を編んでいこうと思います。で何段編んだかというと、123456789101112131415段編んできてます。でこれぐらいかなと思っていて、このね持ち手の中も今回も引き抜いていこうかなと思うので、ここでもねちょっと高さが出ると思うんで、ここで持ち手をつけていこうかなと思います。で全体のこの目が60目ありました。で60目を手前と向こうに2分割して3030で30をまた3分割して101010で割り切れるので10で編んでいこうかなと思います。で今前段の裏を見て、また往復編みでここから編んでいきますね。一番最後の細編みの後に針を入れて細編みで123っていう感じで10細編みを入れていきます。10細編みを入れてきました。そしたらいつものように鎖編みで持ち手の長さを決めていきます。ここから鎖編みで123っていう感じで鎖編みを編んでいきます。はい、だいたいこれぐらいかなと思うので25で鎖編みを決めました。でここはどこに針を入れているかというと、この入ってないところから12345って数えて10数えて11個目のところに針を入れています。ここに針を入れて細編みで、ここを1つ目として数えていくので123っていう感じで細編みを入れて10まで、ここまで細編みを入れていきます。はい、10細編みを入れてきました。で両端をこういう風に持ってみて、半分のところで全部入っているかなって見てみて、入っているのでこのまんまもう反対側も同じように10細編みを入れて、で鎖編みを25今回決めたので25にして10を開けて細編み10で最後まで編んでいきます。はい、こんな感じで最後まで同じように編んできました。そしたら一番最後も細編み入れて、最初の細編みの頭に針を入れて引き抜いて立ち上がりを1つして、次のところ最後の細編みの頭に後ろから針を刺してまた往復編みで編んでいきます。この持ち手の手前まで細編みを入れていきます。こうやって持ち手の手前まで編んできて、一番最後のその手前に針を入れて、一番最後は飛ばして次の鎖編みのところいつものように取って1つ飛ばして編んでいきます。で2目を1つにしてこういう風に編んでいきます。この次も編むかどうかわからないんですけど、この2目1つにしたところにマーカーを入れて編んでいこうと思います。であとはこの鎖編みのところはずっとこういう風に取ってぐるっと編んでいきます。でこの付け根のところはあと3点あるので、今と同じように1目開けて2目1つにして仕上げていきます。はい、こんな感じで1周細編みを入れてきました。でここマーカー入れてたんですけど、この後ね引き抜き編みを入れていこうかなと思うので、取っておきます。それで最初のこの細編みの頭に針を入れて引き抜き
この中側は表なので、このままの流れで表を見て引き抜き編みを入れていきます。ここはね確認しといた方がいいですね。私よく間違えるんで、この裏に引き抜き編みしていったりとかするんですよだからね、表を見て引き抜き、今引き抜きしたんですけど、次のところに目を細編みじゃないわ、マーカーを入れていこうかなと思います。ここは1つ目なので、ここにマーカーをつけて、で次はね減らし目とかせずに1つに対して1つずっとこういう風に引き抜き編みを入れていきます。ぐるっと一周最後まで引き抜き編みを入れていきます。はい、こんな感じで一周引き抜き編みを入れてきました。で一番最後の細編みの頭も引き抜き編みを入れて、でここで糸をカットします。パチンとカットして、普通のハサミの方がいいみたいですね。このハサミで切っちゃった。これで麻紐をなんか普通のこのハサミで切るとハサミが傷むみたいなんで、これでねこういう風に糸を針にかけて、で一番最初のこの引き抜き編みのところを下から上に針を刺して、でこういう風に目を作るように糸始末します。こうしてでぐっと引っ張りすぎないように同じような感覚で目が作れるように残して、でこちら側を裏にしているので裏に糸始末をしていきます。最初こういう風に引っ張ってここで止めてから糸始末してもいいですね。こんな感じで、何回かこう返し返しでいつものように糸始末をしていこうと思います。こんな感じで糸始末します。でまたこのハサミで切っちゃうんですけど、カットして、こういうところもカットしといて、で今回はこの中も細編みを入れていこうかなと思います。で往復編みで編んでいたので、この前段のところが表の編み目なんですね。なので裏を見て細編みを入れていこうかなと思います。中心からちょっとずれたところからいつもしてるんですけど、で2本取りで編んでたので2本取りでここも編んでいきますね。で手前裏なので裏に糸を当てて針をかけて、立ち上がり1つしてから次の目、この裏に糸を当てて糸も巻き込みながら編んでいこうかなと思います。こういう風に1つずつ巻き込んでこの際まで編んでいきます。はい、この際まで編んできて一番端の手前ここは糸を外しておきます。こうかけて、で一番端は飛ばして、次のところも入れるところではないなって思うんで、でもね飛ばしすぎるからここは入れて、今回は一番端のところに入れてここを飛ばした形にして、次のこの裏山がずっと残ってきているので裏山に針を入れて3本かけた状態で一度にこう引き抜いて細編みを入れようと思います。でこの裏山がずっと残っているところを刺して細編みをずっと最後までここまで編んでいきます。はい、反対側まで編んできました。で一番最後のこの鎖編みの裏山取って、でここは入れないで一番端のところは今回入れるので、ここに針を入れて、ここはねぐっと締めて3本を一度に引き抜きます。これで同じようにはめてきたと思うので、あとは細編みをまた入れていきます。こういう風に最後まで入れていって、で一番最後はね引き抜き編みで終わろうかなと思います。ここ鎖編みが入ってるだけなので細編みを入れるなと思って細編みを入れて、裏を見てこう糸が残ってるので裏を見て引き抜くので、手前から向こうに針を刺して引き抜きで、ここでね次の向こう側にこの中側が表なので表を見て引き抜き編みを入れていきたいですね。なのでここで、向こうに渡したいんで、ここでねちょっと立ち上がり1つして、でこのまんまこの中側表を見て引き抜き編みを入れていこうかなと思います。これでねこ
ここからなんですよね、一番最後の細編み。ここから入れたいんですけど、でもちょっとね引っ張り気味にしたいので飛ばして次のところから引き抜き編みを入れていこうと思います。一つずつ引き抜きで、この端も飛ばさずに一つずつ引き抜き編みを入れていこうかなと思います。で一番最初またマーカーをしといて始めていってもいいですね。こういう風に。でこの角も一つに対して一つ、ここも入れようかなと思います。ここも入れて引き抜きで、こういうところを取ってこれで引き抜き、スーッとこうやって一つに対して一つスーッと引き抜き編みを入れていこうと思います。ここまで入れていきます。はい、こういう感じで最後の方まで引き抜き編みを入れてきました。でここも全部取っていきます。引き抜き、一番最後も引き抜きで、また一つずつこういう風に返ってきますね。引き抜き編み、最後まで引き抜き編みを入れてきて、でここもね一番最後は引き抜き編みを入れて、でここで糸をカットします。カットしてでセット抜いて、さっきと同じようにね下から上に針を刺してまた目を作るようにして糸始末していきます。同じなので省こうかなと思うんですけど、でもう片方も同じように全部細編みをして、その後に引き抜き編みを入れて仕上げていこうかなと思います。でこういう糸が残っているとこ、気になるところは糸始末するところはして全部糸始末して仕上げていこうと思います。はい、こんな感じで持ち手もう片方も同じように仕上げてきました。糸も全部カットしてきましたね。でサイズ測って終わろうかなと思います。いつも大体にはなるんですけど、ここかなっていうところを印つけて、この深さから測っていきます。大体14センチで、まちがもねここまでなので18センチぐらいですね。で横幅ベターンとした状態で30センチぐらい持ちて、この中を測っていきます。中を測っていくとこういう風にして21センチで、この幅も測っておこうと思います。幅が3センチ、何か参考にしていただければと思います。でこれぐらいの大きさで、この引き揃えて編んだこのキラキラの方は、1玉と2玉目がこれぐらい余った感じですね。半分使ったのかなっていうところ、もうちょっと大きいものが出来上がるのかもしれないし、何か参考にしていただければと思います。こんな感じにね、普通に麻紐でこれぐらいの大きさで同じレシピで編んでも可愛いんですけど、こういう風に引き揃えるとめっちゃ可愛いですよね。またさらにこの引き揃えるのもいろいろこう段染めとかもめちゃくちゃやってたんですけど、段染めで持ち手のところまで編んでもめっちゃ可愛いと思うし、この単色をねこうやって混ぜても、今回はねこのキラキラで初めてしたんですけどめっちゃ良かったですね。刺繍糸とかでも、この前の刺し子糸とかでもできると思うんで、是非いろいろ引き揃え楽しんでみてください。こんな感じで結構シンプルなんですけど使いやすい大きさになったかなと思います。こんな感じで何か参考にしていただければと思います。今日も最後まで見てくださりありがとうございます。